黒歴史だよ全員集合。黒歴史時代の機体を系譜に持つ銀河ナム艦隊所属のモビルスーツたち。銀河ナム艦隊とは銀河ナム家が指揮する施設艦隊であり、月の部門を司る銀河ナム家のギム銀河ナムが現当主として君臨している。銀河ナム家は月の首都ゲンガナムの建設に貢献。いずれ文明が発達し地球人類が月に侵攻してくるであろうことを恐れていた銀河ナム家は2000年以上にわたって軍事演習を繰り返していた。この家系を継いだギム銀河ナムは月軌道上を統率する銀河ナム艦隊の機動艦隊総司令としてムーンレイスとその女王であるディアナ・ソレルを軍事面から長きにわたって支えてきた。しかし地球移住計画に際して和平をもって地球側と交渉を進めていく方針を固めたディアナは圧倒的な武力をもって制圧すべきだと主張するギム銀河ナムを地球移住計画から銀河ナム艦隊もろとも廃し、市民軍ディアナカウンターがこれにとって変わる事態になってしまう。ディアナに対する強い忠誠心と長きにわたってムーンレイスを支えてきた部門の当主という誇りを傷つけられたギム銀河ナムは内から溢れ出る猛烈な闘争本能をディアナへの謀反という歪んだ形で変貌させ、ムーンレイス間の内乱だけでなく地球を巻き込んだ戦乱へと発展させていくことになる。反旗を翻したギム銀河ナムではあるが、ディアナへの忠誠心は本物であり、忠誠心が強いあまり地球移住計画から外すという彼女の判断を裏切りであると感じてしまったようである。その誇りをくれたのがディアナなら、奪ったのもディアナなのだ。ねぎらいの言葉もなく地球に降りたのだというセリフがディアナへの屈折した忠誠心を表現している。そんな闘争心の塊ギム銀河ナムが統率する銀河ナム艦隊には、月のマウンテンサイクルから発掘された高性能モビルスーツやムーンレイスが独自に開発したモビルスーツの数々が配備され、それらは黒歴史時代のモビルスーツの流れを組む機体で構成されている。これらの系譜のつながりは全て同一の時間軸にあり、宇宙世紀から未来世紀、アフターコロニー、コズミックイラ、そして今後発表されるガンダムシリーズは全て黒歴史に含まれると同時にターン A のコレクトセンチュリーへと行き着くことになるとされている。コンセプト X プロジェクト6ディビジョン1ブロック2ターン X コレクトセンチュリー2345年に月のマウンテンサイクルから発掘され、開発経緯や出自など全てが多くの謎に包まれた機体がこのターン X である。ターンタイプモビルスーツとも呼ばれるターン X は太陽系の外で製造され、何らかの理由で地球圏に漂着した機体とも言われているが、詳細な記録は一切残されていない。一説によれば遥か昔新天地を求めて外宇宙に旅立った人々が開発したモビルスーツであるとされ、本来はニュータイプと呼ばれた人々のために開発された機体であったと考えられている。漂着したターン X の性能に脅威を感じた地球圏の人々は、万が一外宇宙から侵略があった場合に備えてターン X を参考にターン A ガンダムとそれに関連するシステムを建造。しかし外宇宙からの侵略などは起きず、結果的に地球圏内での終わりのない大規模な物量戦争が勃発。文明をリセットして再興すべきだというターン A 側とテクノロジーの力で解決しようとするターン X 側による最終決戦が繰り広げられ、激闘の末ターン X は敗北。これを契機にターン A の月光潮によって文明はリセットされ、ターン A は地球、ターン X は月のマウンテンサイクルを形成し、長い年月の間眠りにつくことになる。その戦闘能力ゆえにこれまでの宇宙戦争の記録を黒歴史として封印する要因の一つとされた機体でもあり、月のマウンテンサイクルから発掘されて以降は銀河ナム家による解析オーバーホールがなされたまま封印状態にあった。しかし打倒ターン A を目論むギム銀河ナムが本機の起動を強行し、長きにわたる封印が解かれることになる。その外観は左右非対称のワン部やハイブウェポンプラットフォームなどが特徴的で、過去に幾度となく補修を繰り返してきたため、後述するオリジナル機とは各ユニットの形状や装備が大きく異なっている。これには補修段階で本来の純正パーツやユニットの調達が間に合わず、応急処置として他の機体のものを流用していたと言われており、機体の一部には損傷痕が残っているなど当時の戦いの激しさがうかがえる。なお前述の通りターン X はニュータイプ専用に開発された機体であるため、
ニュータイプが存在しない単 A の地球圏ではその能力を発揮できる者はいないとされている。しかしオールドタイプ公式では通常人とされるギムギンガナムが登場しても単 A を圧倒できてしまう力を発揮しており、ターン X の尋常じゃない機体性能の高さを感じさせる。ターン X の機体構造。ターンタイプの呼び名を持つターン X はコレクトセンチュリー2345年当時に運用されていたモビルスーツ群をはるかに超える機体性能を有しており、その特殊な機体構造とさまざまな機能は別次元の戦闘能力を発揮させるに至っている。頭部は X トップと呼ばれ、オールレンジ攻撃を制御する中枢システムとコクピットが内蔵されている。単体での分離飛行が可能な仕様になっており、月面の軌道衛星砲カイラスギリを頭部だけで制御できるほどの高度な管制機能を有している。さらにバリアを展開できる機能も備わっており、そのバリアは核爆発の余波を完全に遮断できる防御力を誇っている。左右で構造機能が異なる腕部は前腕部から肩部にかけて分離機構が備わっており、それぞれがオールレンジ攻撃の端末として機能。右腕部はマニュピレーターを持たない代わりにさまざまな兵装が詰まった集合体として機能し、逆に左腕部はマニュピレーターを備えた一般的なモビルスーツと同じく蛍光兵装を保持する役目を担っていた。大型のスラスターベーンを備える両脚部にも分離機構によるオールレンジ攻撃端末としての機能が備わっており、スラスターベーンを使用した機動力は爆発的な推力と重力化飛行に加えて地表を滑るように高速移動することも可能となる。なおこのスラスターベーンはターン A シリーズオリジナルの機構でマイクロエンジンを用いた二次元ノズルの集合体となっている。胴体部は前面にのみ装甲が装着されており、胸部装甲には X 字の損傷痕が残されている。この傷跡はかつてターン A ガンダムとの戦闘で付けられたもので、ターン A と接触した際にはスリット部が虹色に発光していた。またエネルギー吸収機能も備わっており、MRCF20 スモーゴールドタイプのヒートファンを胸部に受けるもそのエネルギーを吸収し無効化させてみせた。ターン X の武装と特殊機能。ターン X の武装群は右腕部に集約した特殊固定兵装に加えて分離機構を活用したオールレンジ攻撃、背部に搭載されたウェポンプラットフォームなど多種多様な装備を搭載し、極めて高い攻撃力を持つモビルスーツとして完成している。溶弾破砕マニュピレーター。右腕部に内蔵されたターン X 最大の攻撃力を誇る近接格闘専用装備。機体のデータベースに登録された名称はシャイニングフィンガーであり、黒歴史に登場するモビルファイター GF13017NJ シャイニングガンダムの必殺技の影響を受け開発されたと言われている。しかしこの技を繰り出す時の挙動は完全に爆熱モッドフィンガーになっている。その構造は流体金属を放射するビーム状の触媒用アイフィールドで形成し、鉄器を破壊するビーム砲を近距離から直接叩き込むなどさまざまな説が存在しており、ギンガナム自身も当初はどのように使ったらいいか分からずにいたと言われている。また溶弾破砕マニュピレーターのエネルギーをサーベル状に形成してビームサーベルとしての使用も可能になっている。ワイヤークロー3連装ビーム投射システム。右腕部の先端に搭載された射撃専用兵装。オールレンジ攻撃の際にも活用されるこの装備は一撃でモビルスーツを複数機撃破することが可能な破壊力を持つほか、先端部の小型クローにはワイヤークローとしての機能も内蔵されている。脚部メガ粒子砲。脚部の付け根部に内蔵された高出力のメガ粒子砲。主にオールレンジ攻撃の際に使用されることが多く、付け根部の固定兵装なため連結したままの使用はされていない。高い威力は誇るが、劇中ではスモーのアイフィールドに防がれ有効打を与えられない描写が描かれていた。ウェポンプラットフォームキャラパス。背部にはビームライフルやハンドビームガン、バズーカ、3連装ミサイルランチャーなどを収納可能なウェポンプラットフォームを搭載。オールレンジ攻撃の端末として遠隔制御も可能なこの装備は惑星間移動用の推進システムという説や、ターン X とは別で発掘された全く違うユニットとも言われている。また収納した武装のエネルギー充填機能やメンテナンス機能も備わっているなど非常に優秀なプラットフォームになっている。オールレンジ攻撃。ターン X は頭部を除く機体の各部を
10機の攻撃端末として使用するオールレンジ攻撃を繰り出すことが可能になっている。このオールレンジ攻撃による包囲攻撃をブラディシージと呼び、各攻撃端末から発せられるフィールドによって目標の動きを封じ拘束することもできる。生体反応データの収集。対象の生体反応データを取り込むことでその機能を我が物にできる特殊機能。股関節部を左右に展開した形態から対象の頭部を挟み込むように繰り出されるこの特殊機能は、単影ガンダムの月光鳥システムを取り込むために搭載された機能と言われている。この機能は銀河ナム曰くサイコミュ的な精神派の流れということらしい。月光鳥システム。前述の生体反応データの収集によって単影ガンダムから取り込んだ最強の広域破壊システム。厳密にはもともと単影 X に秘められていたシステムなのか、単影から取り込んだことで発現したシステムなのかは不明とされている。背部から無数のナノマシンを広域に散布し、触れるもの全てを消滅、もしくはあらゆる人工物を砂状レベルまで分解してしまうという力を持っている。余談ではあるが、ガンダム G のレコンギスタに登場するジールシファーにも月光鳥システムが搭載されている。オリジナルターン X。ターン X のオリジナルとされる機体。その出自、機体性能、搭乗者などは一切不明とされ、前述のギム銀河ナムが登場した機体とは腕部や背部、胸部の仕様が大きく異なっている。右腕部は複合並走ユニットではなく通常のマニュピレーター仕様になっており、この時点でもシャイニングフィンガーは搭載されている。胸部走行の傷跡はなく、背部に搭載されたプラットフォームもウェポンプラットフォームではなく、非常にシンプルな高機動プラットフォームが搭載されており、ターン X の本来の運用思想である惑星間高機動戦闘機としての設計が伺える。また機体各部には戦闘によって受けた損傷箇所が見られ、ナノスキンの機能不全により装甲自体が変色している。ターン X にダメージを与えられるほどの相手がどのようなものなのか計り知ることはできないが、ターン X と同等もしくはそれ以上の力を持つものであると推測されている。 XM0754GM1F バンデット。ターン X と同時期に月のマウンテンサイクルから発掘された機体。 XM0754 は黒歴史時代の型式番号で、銀河ナム隊登録時には GM1F に変更されている。もともとは対モビルスーツ犯罪用港湾機として開発された機体と言われており、その特性上敵パイロットを傷つけずに敵機を無力化できるスクイーズと呼ばれる武装を搭載している。複数機が発掘され、1機は有人機、2機は無人機モビルウォーリアーとして実戦に投入。有人機のパイロットはギム銀河ナムに見出されたメリーベルナジェットが務め、無人機との複数同時運用の際にはバンディッツと呼ばれていた。その機体性能は非常に高く、大気圏内での単独飛行能力に加えてナノマシンを導入した分泌装甲ウージーアーマーによって対弾性能が飛躍的に向上している。特徴的な形状を持つ頭部は周辺の情報収集能力に特化した4枚のパネル式センサーカメラが搭載されており、対弾性能を犠牲にしながらも対モビルスーツ犯罪用港湾機として犯罪者を捉えるために情報収集能力を優先した仕様になっている。コクピットは立ったまま操縦を行うモビルトレースシステムに似たシステムが採用され、黒歴史時代のモビルファイターの系譜を感じさせる。腕部に搭載されたスクイーズ兵器は敵モビルスーツの獅子を切断する基地製誘導弾と全長40メートルの動力ケーブル6本で目標を拘束するワイヤークローの機能が備わっており、背部には旧連装ミサイルポッドを搭載。動力ケーブル6本で目標を拘束、さらには獅子を切断する機能は XMA01 ラフレシア。有人機と無人機による連携機構は OZ12SMS トーラスの流れを組んでいると言われており、いずれも黒歴史時代の機体である。 G838 マヒロー。銀河ナム艦隊の主力モビルスーツとして運用された機体がこのマヒローである。マウンテンサイクルから発掘されたのではなく、ムーンレイスが独自に開発した数少ない機体のうちの1機で、人工筋繊維による駆動システムが採用されている。このシステムはバンデットと同じくパイロットの筋電信号をキャッチし、その動きを直接機体にトレースするモビルトレースシステムと同種のものであるが、マヒローの場合腰を下ろす着座式のコクピットが採用されており、
パイロットの挙動追従式ではない仕様になっている。頭部の複合センサーアレイや高度な単独飛行能力、右腕部に搭載されたメガ粒子砲、放射可能な大型シールドトロイダル防順を装備していることからもわかるように、宇宙空間で遠距離戦闘に適した機体となっている。また連動と呼ばれる小型ハンドガンや左腕部に搭載された半固定式カッターも備えているため、近接格闘戦もこなすことができるなど高い戦闘能力を有している。しかし2000年以上にわたり演習を繰り返してきたとはいえ、その実態は実戦では役に立たないほど形骸化しているのが現状であり、コレクトセンチュリー2345年のパイロットたちではマヒローの性能を十分に引き出せなかったとされている。パイロットはギンガナム艦隊のモビルスーツ隊隊長スエッソン・ステロやヤンシッキネンが登場。ギム・ギンガナムもターン X に乗る以前はマヒローに乗っていたようである。 AMX1002 GM2F ズ3、ギンガナム艦隊によって月のマウンテンサイクルから発掘された小型万能モビルスーツの一機。黒歴史時代に開発された AMX1002 ズサのコンセプトを継承しつつ、さらなるダウンサイジング化が施された機体であり、少なくとも6機が発掘されたと言われている。型式番号は AMX1002 が宇宙世紀時代のもので、 GM2F がギンガナム艦隊登録時のものになっている。運用編成はバンデットと同じく有人機1機、無人機2機という3機編成で、こちらもトーラスの影響を強く受けている。近接戦闘では前腕部に内蔵された伸縮機構式のアームパンチ、逆部に内蔵されたら突兵器ワイヤーアンカーを装備し、中遠距離戦では機体各部に装備されたミサイルによって距離帯を選ばない万能機となっている。しかし万能性を求めたあまり中途半端な機体性能を招いてしまい、オールラウンダーモビルスーツとしての完成度は低かったと言われている。黒歴史の象徴として蘇ったターン X は別次元の機体性能と特殊機能、短期で一つの文明を終わらせてしまうほどの圧倒的な戦闘能力によってコレクトセンチュリーの戦乱に大きな混乱と戦火をもたらすことになる。まさに破壊神と呼ぶにふさわしいその力は、黒歴史時代からの因縁を持つターン A ガンダムと相対し、世界を滅ぼしかねない戦いへと発展。激闘の最中、互いに激高潮を展開し、黒歴史時代に行われた戦いがコレクトセンチュリーの世界でも繰り返されようとしていた。この2機の開口は人々に黒歴史の真実を垣間見せることになる。またターン X をあえて不確定かつ謎の多い設定にしたことで、その存在感と戦闘能力を際立たせ、パイロットのギム・ギンガナムとの組み合わせは様々な名言を残し、ガンダムシリーズの中でも異質なラスボスとして君臨していたと言える。以上、黒歴史だよ全員集合の解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。